日はオートミールブラウニーを作りました。こんにちは、料理研究家のかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はオートミールブラウニーを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、薄力粉の代わりにオートミールを使ってブラウニーを作っていきたいと思います。材料も手軽なもので、作り方もね、混ぜて焼くだけなのですごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。オートミール、卵、無塩バター、ココアパウダー、ミルクチョコレート、くるみ、アーモンドスライス、ベーキングパウダー。今回はこちらの材料で作っていきます。まずこちらのチョコレートなんですけれども、お好みでブラックチョコレートを使っていただいて OK です。ただ今回はですね、チョコレートの甘さだけを利用していきますので、ミルクチョコレートぐらいがおすすめです。甘さはお好みがあると思うので、もうちょっとね、甘くしたい場合はお好みでお砂糖などを加えて作ってください。そして今回は中にくるみとアーモンドスライスを入れていきます。こちらね、くるみだけでも OK ですし、あとはお好みでオレンジピールとかそういったものを入れていただいても OK です。そしてこちらのバターは無塩バターですね。こちらない場合はサラダ油を使っていただいても OK です。そして今回は 15cm×15cm のスクエア型を使っていきます。で、ここにですね、オーブンシートをこのように切っていただいて、4箇所に切れ込みを入れてください。そしてこちらを型の中に入れ込んでおきます。で、今回使用する方は底抜けタイプなんですけれども、底付きタイプを使用していただいても OK です。こちらはですね、生地を作る前に必ずセットしておいてください。それではまずはじめにこちらのオートミールを粉末状にしていきます。今回私はね、ミキサーを使うんですけれども、もしミキサーをお持ちでない方はこういったね、ジップ袋に入れて綿棒で叩いたり転がしたりして粉末状にしてください。あるいはすり鉢などを使って粉末状にしていただいても OK です。それではミキサーにかけていきます。容器の中にオートミールを入れます。そして蓋をします。そしたらこちらをミキサーにかけていきます。はい、OK です。30秒ほどミキサーにかけました。そうするとね、このようにサラサラっとしたパウダー状になります。ミキサーでやる場合はこのぐらいを目安に粉末状にしてください。他の方法だとね、ここまでね、粉末状にするのがちょっと難しいかもしれないので、その時はですね、できる限り細かくしていただければ OK です。続いてこちらのミルクチョコレートを溶かしていきます。まずチョコレートを細かく刻んでいきます。包丁とまな板を汚したくない場合は手で細かく砕いていただいて OK です。では刻んでいきます。はい、このように細かく刻んでください。そして刻んだらこのようにボウルの中に入れておいてください。そしてこの中に細かく切ったバターを入れましょう。それではこちらを今から湯煎で溶かしていきます。電子レンジを使ってもいいんですけれども、チョコレートがね、焦げやすいので湯煎で溶かしていただいた方が一番失敗なく綺麗に溶かせると思います。それではですね、別のボウルにだいたい60度前後のお湯を張ってください。で、そこに先ほどのボウルを置きます。そして湯煎に当てながら溶かしていきます。はい、これで OK です。このように綺麗にチョコレートとバターを溶かしてください。どうしてもね、なかなか溶けないなっていう時はある程度混ぜてから電子レンジで15秒ずつぐらい加熱してみてください。そしたら湯煎から外します。それでは続いてここに卵を割り入れます。もうね、直接割り入れちゃって OK です。で、1つ加えたらその都度よく混ぜてください。で、この時に卵が冷たいと入れた時にチョコレートが固まってしまう時があるので、卵は常温に戻したものを使用してください。そしてよく混ざったらもう1つ加えます。そして混ぜましょう。はい、よく混ぜれば OK です。このようにね、ちょっとね、プルッとした生地感になります。ではここにパウダー状にしたオートミールを加えます。そしてココアパウダーで、あとはベーキングパウダーも加えます。そして混ぜましょう。粉が飛び散らないように最初は優しく混ぜてください。はい、OK です。このようにもったりとした生地になります。そしたら最後ね、ここにアーモンドスライス、そしてくるみを入れます。これをよく混ぜましょう。で、このね、くるみとアーモンドの量はお好みで変えていただいて OK です。はい、これで生地の完成です。それでは用意しておいた型の中に生地を入れていきます。そして表面をならします。
はい、こんな感じです。このように表面を慣らしてください。そして慣らしたら少し高いところから 2,3 回落とします。はい、これで OK です。それではこちらを170度に予熱したオーブンで25分から30分焼きます。はい、焼き上がりました。このように美味しそうに焼き上がってます。そしたらまだね、温かいうちに型から取り出します。やけどしないように注意してください。型に入れておくと焼き縮みしてしまいますので、焼き終わったら型から取り出してください。で、そしたらこの上にふわっとキッチンペーパーをかぶせて、このまま粗熱を取って冷まします。はい、粗熱が取れてしっかり冷めました。それでは切りたいと思います。で、こちらですね、必ずしっかり粗熱を取ってから切るようにしてください。まだ温かい状態で切ってしまうと形が崩れてしまいます。ではこちらね、下のオーブンシートを剥がします。ペリペリペリーっと。あとは食べやすい大きさに切っていきます。今回は9等分にしていきます。まあ大体で OK です。切っていきます。これで完成です。断面はこんな感じでね、くるみも入って美味しそうに仕上がってます。はい、これでオートミールブラウニーの完成です。こんな感じに仕上がりました。くるみとアーモンドスライスもたっぷり入ってずっしり濃厚でとても美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。すごく濃厚です。オートミールの癖とかは全くないですね。すごく濃厚です。どちらかというと食感的にはちょっとね、ほろっとした食感になってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオートミールブラウニーのポイントです。まずオートミールなんですけれども、今回はミキサーで粉末状にして使いました。もしミキサーがない場合はジップ袋などに入れて綿棒で叩いて細かくしていただくか、またはね、すり鉢などを使って細かくしていただくといいかなと思います。そして使ったチョコレートなんですけれども、今回ミルクチョコレートを使ってます。で、こちらのチョコレートはお好みのチョコレートを使っていただいて大丈夫です。そして甘さについてなんですけれども、今回ね、ミルクチョコを使ってるのでお砂糖などは入れずに作りました。で、結構ね、ミルクチョコレートだけの甘さで十分かなと思うんですが、もし本当にもうちょっと甘くしたいなっていう場合はお砂糖などを加えていただいても大丈夫です。甘さはお好みで調整してみてください。そして今回ブラウニーの中にくるみとあとはアーモンドスライスを入れました。こちら中に入れるものはね、お好みで変えていただいて OK です。レーズンとかあとはオレンジピールとか入れていただいても美味しいかなと思います。あとは混ぜて焼くだけなのでとても簡単に作ることができます。焼き終わったら食べやすい大きさに切って召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はオートミールブラウニーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。